こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編、縛りプレイを開始します。前回は、ハマーン様が襲いかかってきました。マジ怖かったです。ということで、今回から完結編。いつも通りの縛り内容でプレイしていくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回から完結編ですが、意気込みのほどはどうでしょうか。不安しかありません。いかに攻撃を当てていくか、いかに攻撃を耐えるか。正直、4割5割の命中率に頼る場面が多々見られると思いますので、若干運ゲー気味になるかもしれませんが、よろしくお願いします。ということでインターミッションです。非常にコンパクトになってます。このステージ出撃枠数めっちゃ少ないから、そんな幽霊会社で騙せる連邦軍。腐敗なんてもんじゃないですね。ここのギリアムさんのセリフですが、主人公のレベルによって変わるそうです。才能が開花することは一生ありません。早速 F 完結編最強機体が手に入ります。F91 とビギナギナのスペックの高さに、びっくりした人は絶対いるはず。まあこの二人は余裕でニュータイプなので、この縛りでは使用できません。おとなしくひらめきかけてマップ上部に逃げましょう。そこだ。見えた。完結編第1話だからか、敵の機体が弱くなってますね。ドーベンウルフが一体もいないとは。フロンティア4だからか、ベルガギロスがやたら多い編成になってますね。7機しか出られません。ガンダム系はメタスでレベルが上がるので、それ以外のキャラを優先して出撃させます。そうじゃなくてもみんな努力持ってるし。はい、ここでストップ。ここで前回のデータ確認で見たエアリーズのステータスを見てみましょう。何が起こった？バグが解消されて改造段階が反映された、だけじゃない評価がされてますね。運動性とか40も上がってますけど。異常な強化ですね。この機体くれ。そこだ。やだ、やめてよ。か弱い女の子に何すんのよ。やってくれたな。初戦闘はアムでした。正確にはセシリーですけどね。敵の戦力は弱そうに見えるけど、完結編調整されてだいぶぶっ飛んだ性能になってます。例えば、このベルガギロス。なんか運動性が150もあります。ハンブラビスら120もありますね。ちなみに運動性150がいかに頭おかしい数値かというと、前回の F 最終話で出てきたハマーン様のキュデレイ。あれの運動性が155です。つまり、雑魚の機体の運動性が直前のラスボス並みだと。そういうことになります。頭おかしいですね。まあ実際はパイロット能力のせいでそこまで避けないんですが、おかげで敵の命中率は非常に高くなってます。ロンドベルと同じですね。運動性が上がってもパイロット能力が低いから避けないけど、命中率だけは高くなっていく。ロンドベルパイロットはエリート兵と同等だった。さてこのステージですが、出撃機体数が非常に少ないですが、敵の質自体は大したことないです。しかし、暗証注意機が多いので、
できる限り味方は暗礁中域で、敵は通常の中域で戦うことを意識したいです。敵が暗礁中域に入ると、攻撃がなかなか当たらなくなるし、火ダメも減りますからね。ということで、下の部隊が暗礁中域に入ってこないように、エルガイムを突っ込ませます。ちなみに完結編から敵の思考ルーチンにも若干の変更が入ってるようです。F 時点では、届く範囲で走行、適正や防御補正を加味してダメージが最も与えられるキャラを優先して狙うが、戦艦がいる場合は戦艦を狙う、という感じだったんですが、完結編からは、戦艦を狙わなくなりました。なので今までは勝手にゴラオンの周りに敵が集まってきてたけど、それができなくなったってことですね。でも逆に言えば戦艦の配置はしやすくなったし、敵の狙うキャラを調整しやすくなったとも言えるね。例えばさっきのベルガギロスなんかは、F の頃だったら暗礁中域に入ってきてゴラオンにショットランサーを撃ってたけど、こんな風にダバを狙わせて動かさない、なんてこともできるようになりました。考え方次第ですね。ただし、気を抜くと集中攻撃されてあっさり撃墜されるので、F の頃よりも配置や走行値などを気にして、敵が誰を狙ってくるのか、ということを操作する必要が出てくる、ということになります。めんどくさそうですね。頭使う分楽しくはあるけどね。ちなみにこれはサターン版のお話なので、PS 版がどうなってるかは覚えてないです。メタスみたいな修理ユニットは走行値を上げておくと、こんな風に突っ込んでも狙われないので便利ですね。この一撃で決める。やられた。そして完結編になっても DC 兵士は所詮 DC 兵士だった。私は軍人なのだよ。バカな。さて、ガーベラテトラが近づいてきましたね。シーマ様のガーベラテトラも、完結編調整されてるので余裕で体力は1万を超えてるぞ。完結編調整半端ねえ。いい度胸してるよ。落ちな。よし、かわした。と言ってもダバの気力がそれなりに上がってるので、特に問題はなさそうですね。ただこのステージは一応前後編の前編なので、またいつもの気力低下が発生します。だからあんまり気力の上げすぎはしたくないところ。まあ戦艦に出し入れして気力下げるんですけどね。やってやるぞ。くわけねえだろ。でかいの一発ぶちかますぜ。うわ残りはアッシマーとシーマ様とハゲですね。アッシマーは気力下げ用に取っておこう。破られてもそこまで入りませんでしたね。暗礁中域のおかげかな。私は軍人なのだよ。意外と手強い。これで終わりだ。私を本気にさせたいらしいな。相変わらず盾するハゲだな。せっかく倒さないように熱血使わなかったのに、意味なくなったじゃないか。
シーマ様は絶妙に削れましたね。誰でもいけそうだけど、誰も届かないという。暗証中域で移動力がガガ。そこ貴様ごときに落ちろ。まだだ。私は戦える。ハゲが盾しすぎなのもあれだけど、ノインさん硬いな。うせ。完結編からマック兵器撃つ時に喋るようになりました。むしろなんで F の時は無言だったんでしょうね。ということでシーマ様を撃墜。相変わらず資金が少ないので幸運はかけず。精神ポイントは経験値に回した方がお得ですね。いただき。何？やられただと？当たりました。やったぜチャオ。はい、あとは次のステージに向けて気力の調整をするだけですね。ということで調整完了です。次のステージも出撃枠そんな多くないので、ノインさんで倒してしまいましょう。やらせはしない。やられた。ということで完結編1話目クリアです。お疲れ様です。先ほど説明した通り、完結編は敵の思考ルーチンの把握をして攻略していくのが大切になりそうです。なので、ちょいちょい手を止めてる時間が入るかもしれませんが、ご了承ください。なるべく戦闘中に考えるようにはしてるんですけどね。限界はあるので。ということで、ここまで、ご視聴ありがとうございました。